こんにちは。今日もシラリムやるわよ。まず最初になんだけど、前回のデファイラーは色々勘違いしてて、防御面のパークがほぼ全部、敵からのダメージ限定なのを忘れてたわ。だから、レルム特性で受けるダメージには無防備なのよね。固くしてるはずなのになんでレルム特性の反射、毎ターンダメージ、でこんなに死ぬんだろう、と思ってたけど、そもそもモンスター相手にしか固くなれていなかったという。自分みたいな間抜けはなかなかいないと思うけど、ディファイラーやるなら注意してください。前回の振り返りも終わって本題に行きたいけど、今回は予告通りウィンドランナーね。それじゃあ最初にパークを見ていこう。スピードが攻撃やスペルにも乗るし、スピードを上げるとダメージ減少やデバフ抵抗ももらえると。ただ、防御面の仕組みがダメージ減少以外に一切ないな。攻撃にだいぶ振り切ってる印象だけど、その攻撃面もスピードを上げるだけでどうにかなるのか、よくわからないわね。使う前に判断はできないけど、正直弱そうな印象だわ。じゃあ一旦はスピード上げるのは前提として、どうやってダメージ出すのか考えましょう。スピードをダメージに変える方法だけど、まず考えられるのは攻撃することね。パークのおかげで、スピードが攻撃ダメージに乗るわ。これは単にアタックするだけでいいから、コストが不要でいいわね。ただ、全体攻撃する何らかの手段がないとストレス溜まりそうなので、攻撃を全体に行う何らかの仕組みを使うか、あるいは攻撃以外のもう一つのダメージ出力手段が必要そう。次にスペルでダメージを出す方法だけど、スペルジェムのチャージを維持する方法を考えるのが面倒くさそう。死属性使えるなら、リチの特性使ってヘルスをコストにして解決なんだけどな。スピード上げるなら自然属性使うことになるだろうから、その方法は使えなそうなんだぜ。ただ、スピードとスペルをつなげる特性を霊分属が持ってるから、スペル主軸にするのもちゃんと組めれば強そうなんだぜ。最後に一部の特性だけど、スピードをダメージに変換するならここら辺使うことになりそうね。一番簡単に発動できる点、そもそも攻撃でもある程度のダメージ出るという点で、今回はバットを使おうかな。それじゃあ、とりあえず良さそうな特性で PT 組んで、どの程度ダメージ出るのか、スピードがどの程度上がるのかをチェックしよう。適当にエレクトロポットで組んで、現在200回で、敵のステータスは1万から4万程度、こっちのスピードは23万程度になってるわね。ウィンドランナーのパークのためにスピードあればあるほどいいけど、スピードが基本値の約4万%になってるから、プロパルジョンの効果は十分に発揮できてそうだな。ダメージも問題なさそうね。味方の攻撃に対してバットの特性が発動して、敵を一掃できてるわ。ダメージはもう少しあった方が良さそうだから、何らかの方法で攻撃回数を増やすか、あるいはバットにダメージを上げる特性をつけたいな。あとは防御面ね。現状はプロパルジョンのダメージ軽減と、アーティファクトで防御を伸ばしてるのみだから、かなり不安だわ。基本的に雑魚戦はスピードのおかげで先制して、敵にやられる前に倒すことができるけど、一部の特性で敵に先制を取られたり、あるいはボスみたいな耐久値が高すぎる相手を瞬殺できずに、返しのターンでやられることがあり得る死に方かな。ついボスはこっちの火力をさらに上げることで解決できそうだけど、先制取られることに対する対策はどうするのがいいんだろう。とりあえず RI レイなら楽勝なのが分かったから、次は5で試してみましょう。5でも火力は十分そうだな。まあレルム特性で死ぬことはありそうだけど、この感じならコンセプトがそもそもおかしい、ということはなさそうなんだぜ。じゃあこのまま50回くらい進めつつ、使おうと思ってる特性の素材を集めたり、どんな改善が必要なのか調査を続けよう。で、50回くらい進めて現在250回くらいだけど、問題はいろいろあるけど、第一はやはり防御面ね。ウィンドランナーのスペシャライゼーションや、スピードを上げることと防御面が全く結びつかないのがきついわ。敵の攻撃回避できればいいんだけど、相手の100倍近いスピードがあっても余裕で被弾するわ。回避とクリティカルの計算がどうなってるかは本当に謎なんだぜ。続いて、問題なのがボス相手の火力ね。前述の耐久の件もあって、最初に倒しきれないと返しのターンで簡単に全滅しちゃうんだよね。最後に、敵の特性やレルム特性で相手に攻撃を回避されることね。回避されるとバットの特性が発動しないから、戦略が崩壊するのよね。敵に先制されることも心配してたけど、これは起きる頻度が少なすぎるから一旦課題からは切り捨てるわ。で、残りの特性スロットの使い方や PT の見直しをしたんだけど、
こんな構成にしたわ。一番大きな変更だけど、コボルドとファイナルアービターを採用したわ。コボルドの特性でさらにスピードが上がって、さらにファイナルアービターで防御も上がってめちゃくちゃ硬くなれる。とりあえず何があってもこいつだけは生き残るからだいぶ安定性が上がったわ。で、残りの特性スロットはエレクトロポドのマスター特性や、ドラコチメラあたりを入れてさらにスピードを上げて、スピードは80万100万近くまで上がるようになったわ。ステータスはこんな感じね。左が戦闘前で、左は戦闘開始直後よ。あとはベイラーチメラで攻撃回数を増やして、ボス戦の火力不足と、敵の回避対策をしてるわ。相手に何らかの回避特性があっても攻撃回数を増やせばいつかはヒットするからね。レルム特性で 90% 近い回避になっちゃうとさすがにきついから、その時は必中のスペルを使って対策してる感じね。ここまでやって、RI 後はかなり安定してる感じ。ある程度インドラナーを使ってイメージは変わったか？最初はかなり微妙な印象だったんだけど、防御面上げる方法を思いついてからは結構変わったわね。火力と防御が十分なら、敵の蘇生効果防止や、連続攻撃、連続呪文防止のパークが QOL 高くてプレイしやすいわ。後ろで流している通り、基本的に RI 後でもトラブルなく周回できるから、デファイラーと比べて弱くは感じないわね。ちなみにゲートオブゴッドの難易度10は、相性次第で倒せたり倒せなかったりね。それじゃあ今回はここで終わろうかな。次回の予定は？全く未定だけど、後半解放される食料をもう一個やってみようかな。最近仕事が忙しくてなかなか動画作成やシラリムプレイに時間を割けなかったけど、いつかは投稿を行うので気長に待ってもらえれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。